そこの店主が来る前から音速は10キロぐらいしか持てるんですか。10キロ大丈夫。はい。はい。だからおろしにんにくです。はい。もうちょうど大将は、まあ、こちらラーメン屋さんに業態変更されてもう1年半ぐらいです。ですかね。去年の1月。1月か。はい。だからまあ約1年とね8ヶ月ぐらい経つと思うんですけど、やっぱり豚白湯っていう結構かなりね、まあ珍しいジャンルのラーメンになるとですけども、この豚白湯始めたきっかけって何かあるとですか。いやまあ要はコロナではいはい。そのまあ客がもうほとんど、まあ、うち広いからですね、まあそう店が、ですね、箱自体が、はい、で団体客が大体メインだったんですよ。はい、でもうそのコロナで団体客がもうまず来なくなって、はい、でもうそれじゃあどうしようということで仕出しはし始めたんですよ、はい、弁当ですね、はい、でその仕出しも最初の頃はその病院関係が多かったんですよ、はい、はい、でそのコロナがどんどん激しくなってきて、はい、その病院関係も今度アウト、はい、はい、これまずいどうしようかなっていう時にまあ通販、はい、通販とかも考え出して、はい、それで一応そのまあ豚足とか、はい、まあ原価もそうないし、はい、気軽にやれるかなみたいな感じで、最初軽い気持ちだったんですけどね、はい、はい、でこういろいろその通販用に豚足をこう試行錯誤して、はいはい、でいろいろこうなんか相談に行く人がいたんですよ、はいはい、その人にそのいろいろこう試食とかしてもらってどうですかみたいな感じで、はい、そしたらあんたそのスーパー導入しようとね、はいはい、取ったと、いやもう知ってますよ、はい、まあ、そのスープ俺にやらんねんで、はい、でそこであんたスープがうまいじゃんって、はいはい、でその自分で、まあ、ラーメン作って食ってみたらうまかったんですよ、結構いけるねと思って、ああそういうそれからきっかけが、はいはい介護そこはちょっとそこでレンズが曇りますもん。そうですね近づきすぎてまああれはとりあえずしばらく置いとくとですね。長く取られてるから、それを全部見てどこを使うかとか。これ熱いっすよね。手も熱いし体も熱くなるし。
まあ今はなんかちょっとね、朝晩の記憶の立ち上がりが前よりはちょっとあれでしょうけど、やっぱり夏場はめっちゃ暑いですよね、これ。今なんか楽勝ですよ。いますよね。まあ暑さとの戦いですよね。はい。ね、まあ厨房はね、どこ。ちょっとあれなんですけど、これって前足後ろ足って磨き方はどうですか？今ないっす。もう無理っす。ですよね。後で冷凍したのちょっと見せますんで。あ、そうか、前がない。あ、でも後で来るか。いいですよ。来ます来ます。単純にちょっと気になったのでですね、僕も知らんなと思って。ちょっとまあ今はね、結局その前足後ろ足区別せずにも半々ぐらいの量ですかね。今はもう区別して半々。あ、区別して半々か。ただもうこの状態は分からんです。まあまあですね。はい。あ、大体分かるか。足が柔らかい。やっぱ油分が多い。はいはい。やっぱ後ろ足の方が筋肉量が多いとか。うん、筋肉質ですね。はい。これはもう冷やして固めるとですか？そうです。はい。してあと10月の7日はい。にまたテレビにもう収録終わったんですけあ、終わったんですか？ど、8月ぐらいに終わりますテレキューテレキュー、はいはい。なんていう番組か忘れたけどなんか合うんか。大体早い時はもう2日でしたりしますけど、そのまま使ってもなんかあんま美味しくないですよね。へえ。まあちょっとまろやかになる感じになるそうですね、といまろうかはい。やかになるし、ただこれをまたこうして火入れするっていうのが結構難しいことに気がつきましたやっぱりいろいろ変わってきますよね。一番ちょっと怖いですよね、はいそのちょっとしたことなんでしょうけど、はいはい。お客さん伝わりますもんね、そういうの。やっぱその会員率が悪いです。はいはい。はいコラーゲン鍋って言って、はい。お客さんの前でこれ溶かして出したんですよ。はいそれと一人だったんですけど、これ返しです。返しですね。はい。まあね、結構なんかそういうのが受けそうな気がする。ループ飯のこの茶色の方は何ですか？何に使われてるんですか？これですか？はい。これルーローハンです。あ、はい。そうです。いや、これ昨日兄貴なんですよ。残り物です、ね。残りもん。で、これにもう継ぎ足しじゃないですけど、はい。これは最後最初に味付けしたやつで、はいはい。で最後にお客さんに出す前にもう一回再度味付けし直すんです、はいはちょっと薄めに作ってあるんですよ。と兄貴を多少残らしとって、はい。余らせて、
の合わせて戻してるやつは同じものではないと思うんですけど、こっちに入ってたのが兄貴です、そのありき、はいはい。なんかこのチャーシューはどちらかというと低温調理気味になるとですか？低温調理です。はい。今ちょっと、これちょっと焼いてあるんですよね、こっちはいはい少し。色も全然違うし、はい。まあこ色がね、の厚みが違うんですよね。はい。ねえ、だから、あ、そっか。親指っていうんですか。はいはいはい。あ、そっか。ねこっちの方が長いですよね。前足が長くて後ろ足が短いとかな、はいやっぱ。まあ、なかなかね。これも結構その見分けっていうなんかね、前足の方がなんかちょっと脂肪っていうかね、うんちょっと油がちょっと乗ってるとか、あるとかなっていう感じですよね、そうですねパッと見。か。片方の肉屋さんが。パイタンベースっていうかね、あれで作るとですか。いや、なんかどれをね、2ヶ月ごとにね、限定ラーメンをね、やっぱり考えんといかんから。もうなんかでもいろいろなんかこう動画とか見てたら、これもしたいこれもしたいこれもしたいでやっぱ一人でしようけんはワンオペでしようけんなんかできることが限る。これはラー油ラー油というかね。これはトーチなんか、はい。それをラー油につけてはいはい。まあだからね、味噌とラー油と、まあ、山椒みたいな感じか。濃くなってきますよ。はい。ちょっと冷やしますね。はい。あ、こっち、あ、ごめんなさい。あっち冷やすのに使うから。ああ、そうか。お湯で冷やせば一発なんですよ。はい。便利グッズとかですね。米に軟骨がついてるんですよ。はい。通常の豚白湯の返しは、醤油とか昆布と、あと、あれ、何があれですかね。
醤油と薄口醤油と、はい。あと昆布と、はいいりこといいとか、はい。椎茸です。しいたけ、はい。を1日置いて、で次の日にはい。火入れするような感じ。テナントに空きが出たので、なんか誰か誰かおらんですかみたいなことで。そこでするし。カメラマンなんで正直ね、そんなこと言われても困るとですけど。いやなんかいろいろつって持ってあるからみんな。よいしょ。なんでかいな。切りにくいもんな。カメラ意識してしまう。大体いつも取れるスープの量って均一っていうのはそんな変わらない感じ。もう同じです。同じですね。っていうのはその冷まし方で変わったりとかするんですか？
いやーどうですか、そのできるだけこう早めに温度を下げてやった方が、ああまあそうですね。はい、でちょっとある程度攪拌してやって、はい。そのままにしとくとやっぱ中が中心が熱いままなんですね。そうですね外側から火が入って、である程度この湯気がなくなるぐらいまで、はい。した状態からこう止めて時間を置くともう大体その酸化が始まる。そうですね。ね、はそれをもう急速に冷やして食い止めるような感じですよね。少しでも、あんまり変わるとは思うんですけど、でも確かになんか抜けたような味はしますね。い。ああ。ここで手抜いたりすると。こので大きいやつがちょうどもうあれかな10リッター近くあるのかな。そうですね、はいこれ今10リッター入ってますよね。はい。これがだから55ぐらい、 55ぐらいの。忙しかったり暇やったりすると、はい平日の間にこれを貯めて、はいはいで、土日ではい履かして、はいまた日曜日ぐらいから仕組みを始めるので、はいはい。そういうルーティンですけど、また一回、はい霜降りっていうか湯通しして、はいはでそれで置いといていはい。 1日寝かして、それからスープ作り。ああ。じゃあね、もう下準備とあと1日寝かしてスープ作ってはいね、これもまた2日寝かす、あ、1日寝かせるとか。あ、そうか。もう大体もう1日以上は必ずは寝かせることはしてるんですけど、はいもうどうしても足りん時は使ってますけど、いはい。はい。まあだからね、トータルでは結局2、3日かかっちゃうっていうあれですね。そうです。でそれも計算に入れて、はい。でもやっぱりこの客の入りっていうのは分からんけどですね、まあまあまあね。だからなそれねかなかうまいこといかない、自分が思ったより。はい。だからね、やっぱりそういうね、メニューのバランスとかもやっぱ結構難しいですよね、いろいろと。クラッシュのコンセプトのはいバランスもあるしでですね、すね。どっちかが先になくなってしまったら、はどっちかはまだいっぱいあるのに作らないかんとかですね、い。もうほんとね、気づいたらもうあと15分で営業開始だからって、やっぱね、大変ですね、本当ね。7時から始動まで。名刺。きついなとかも思ったけど、一緒ですよね。変わんないですね。まあね、ラーメンも一緒。まあ作業がね変わるだけでね、結局考えることはねやっぱりいろいろとね、はい、甘く見てましたね。最初は。はい、やっぱりねどうしてもそれをまた、自
自分で試行錯誤してはい身内で食ってもらってどうっていうのと、実際始まってお客さんが食ってもらうってそのプレッシャーが全然違いますもんね。そうですね。その時にできるそのなんていうんですかね、緊張感とかそういうのでちゃんと作らないかんみたいな。すいません。カツオ1です。
そうそうそう、今ねめっちゃね絵的にはありがたい。手口今日は何頼まれたんですか？今は今から玉ねぎそばにしようかなと。あ、出てる。はい。もうこちらって何回ぐらいやられたことあるんですか？十数回は入ってます。じゃあもう結構昔から。そうです。はい。あ、そうなんですね。あ、じゃブレンダーかけんでいくのめっちゃ楽なんですよ。こういうのってマヨですか？あ、これ焦がしネギ油です。あ、これしないばいい。はい、お願いします。別だったらいいけどね。
そんなことないです。いかがでした？今日初めて食べられましたか？今日初めてでしたね、鴨そば。美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございます。何からが多いの？常連さんっていうか回数。回数ですね。へえ。はいはい。でゴールドになると5ポイントでリゾットない方もいたので、はいリゾットがトッピング。はい。で10杯目でも限定とか、煮干し、旨辛も全部の中からはい。お一つサービス。今日もいろいろとお話だけね、ちょっと楽しかさせていただいてね、本当にこちらもいろいろありがとうございました。またちょっとね、改めてちょっとお返しさせていただきたいと思います。本当に今日はいろいろとありがとうございます。失礼します。